数学が苦手な人、手っ取り早く裏技を知りたいという人、この動画が必見です。今回の動画でお伝えするのは、日々の計算時間が半分以下になる、そんな魔法のような裏技、それがインド式計算なんです。受験生はもちろんのこと、小学生から社会人の方まで日々の買い物とかでも全然使えますので、ぜひこの動画を最後に見て今日から活用してみてください。どうも、現役東大学生のセミスパレです。さあ、いよいよやってきました。インド式計算、1秒で暗算ができる裏技編。ありがとうございます。そうなんです。これはですね、今まで計算の美しさとか裏技みたいなのも数学攻略ラボということで説明してきました。で、その中でこういうコメントが多かったんです。ポン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 、ウィンド式計算教えてください、なんとか。で、ようやくですよ、数学攻略ラボ第10回、ということで特別編ということでですね、インド式計算のやり方を説明したいと思います。僕自身も受験生に初めて知ったんですけれども、例えばこんな感じ。12×13、27×23、61×69、これ慣れてくれば、本当に1秒でね、サクッと求めることができるようになります。インド式計算っていうとめちゃくちゃ種類があるのよ。その中で受験とか日常で使えそうなもの、その革新っていうところですねを今回説明したいと思いますので、今日からね計算が早くなる、楽しくなる、そしてここですよ、時間と気持ちに余裕が生まれるんよね。そうなんよ。この感覚を持ってほしい。センター試験、僕だったら30分で解いたっていう話をしてますけれども、その理由としても実はインド式計算っていうのが、一つ挙げられます。今はですね、多分まだ半信半疑だと思うんですけれども、サクッとインド式計算のやり方を学んで、今日から活用してみてください。それでは行きましょう。レッツゴー。レベルアップ。今回のゴールですが、これ、僕が目安時間を書きましたが、しっかりともしね、これ2秒、1秒、2秒、5秒、1秒、5秒。ちょっとね、5秒とか盛りました。これ別に3秒ぐらい解けるんですが、確かにこういう形式は、ちょっとだけ時間かかる。ただ、1235のようなものだと、別にね、これはもうそれこそ書かずに、頭の中で、こういう秒数で計算できます。なんで、こういう秒数で計算できるよっていう人は見なくていいんですけれども、逆にね、これでも例えば10秒かかっちゃうと、これだともう500秒ぐらいかかるみたいな、それいないと思うんだけど、そういう人に関しては、ぜひ、この動画を聞いて使ってみてください。このインド式計算はですね、今回お伝えするのは全てではありません。インド式計算の中で僕がよく使う、受験にもよく出てくるし、日常でも使える、そんな革新部分っていうのをね、お伝えしようと思います。で、それもね、そのはずで、せっかく数学攻略ラボ、今までさ、もういろんなね、ことをやってきて、20回分ぐらいやってきて、ようやくこれですよ。ということでですね、もし高評価数がもうそれが1000とか2000とか超えたらもうやりますけれども、それまではやらないです、インド式計算は。そうだからもしね、よかったらぜひ高評価の方を押してもらえると嬉しいです。コメントもね、ぜひこんなこと聞きたいなどあれば教えてください。ということで早速やっていくんですが、今回のゴール、先ほどお伝えした通り条件がありますっていう話でした。これ、共通点、まず何か分かりますか？そうだよね。勘がいい人は分かるんですけれども、10の位の数字がどちらも同じですよね。基本的にはこういうパターンの時に使えます。これで OK です。そう。なんか、例えば10の位が同じで、かつなんか1の位が10になる時とかいろいろあるんですけれども、基本的にはこれ、僕はもうこれだけで覚えてました。つまり、覚え方は簡単です。例えば 25×27 でもいいですし、別に、つまりこう、すべてね、揃っていれば、多少もちろん時間がかかるものはありますが、サクッとね、解けるものが多いと。つまり、この条件だけを覚えてさえすれば、この時には、インド式計算使うんだなっていうのが分かると思います。で、今回ですね、この特に6番とかはですね、インド式計算よりももっと早いものとかもありますので、実践的なね、ものを教えていきたいと思います。つまり、インド式計算だけをね、教えるっていうよりは、実践形式で、これならもっとこういう方法があるよみたいな話をしたいと思います。じゃあ、早速やっていくんですが、具体的なやり方、先にですね、これをちょっと見せておきた方がいいと思います。まだね、予想もつかないという人もいると思うんですけれども、普通の計算だとこういう形ですよね。13×4 をします。そしたら52になりますよと。13×1 をします。13になりますよ。足し算します。182になりますよ。普通の計算している人の筆算を見るとこのような形。ただし、インド式計算をしている人の形はですね、17、12、182、これなんですよね。つまり、何か違う。しかも筆算の位置も違うし、これはもちろん、流儀はあります。ただ、パスラボオリジナルというか、に関しては僕はこうやってやってました。そう別に位置とかずらしてもいいんですけどね。これ、何が違います？これぜひね、予想してみてください。原理についてもあるんですけれども、原理をね、いきなりお伝えすると多分頭がこんがらがっちゃうので、先に、こちら、実際のやり方っていうのを説明します。で、もちろん、先に伝えておくと原理知りたい人は後で説明するんで待っておいてほしいんですけれども、僕が数学をやるときにいつも思うのは、原理ベースで、やった方がいいものもあれば、僕はそれよりもですね、原理を理解するのに時間かかるんだったら、まずは演習というかやり方、解法を詰めた上でもう一回原理を見ると、もうスラッとね、わかると思います。なんで、例えばさ、小学校の時演習率 3.14 ですって言われてさ、なんで 3.14 なんですかみたいな人ってなかなかいないじゃん、小学生って。3.14 っていうのを、だろうなっていうのを計算していって、やります。慣れていった上で、例えば中学校、高校の時に、それこそね、東大の問題で演習率 3.14、3以上であることを証明せよとかね、3は簡単か。
まあそういう話とかもね出ましたと。読み込み中です。ということでですね、サクッと原理からではなくてやり方から説明したいと思います。まず先ほど 13×14、17、12と書きましたが、これはまず10何歩 ×10 何歩の計算は足しかけ足し、これがキーワードだと思ってください。もう一回言いますよ。足しかけ足し。これ何かっていうと、まず、ここで囲ったところだけ見てほしいんですよね。この赤四角と青四角だけ見ると。まず足すっていうのは、この赤と青を足すだけ。つまり13足す4足したものを1個左にずらして書いてほしいんです。つまりまあ170だと思ってもいいんですけれども、17って書くと。次に簡単で、これかけるこれをする。1の位同士を掛け算する12。実はそれを足したら182になるよね。つまり別に変なグロテスクな、計算とかないんですよ。つまり掛け算が多くても1の位かける1の位だけなんですよね。そう。3×4 ってもう誰でも分かるじゃないですか、12。で、13足す4って誰でも分かるじゃないですか、17。つまりこれは頭の中で17、12、182っていうのはパッと分かるんですよね。そう。で、これもう一回言うと、赤四角と青四角だけしか考えなくていいんです。こことかは考えなくていいと。まあ、なぜなら今回は10の位が同じだから。原理は後で説明します。じゃあ逆も成り立つのかっていう話ですけど、じゃあ14足す13は17、4×3 は12。まあもちろんね、逆も成り立ちますよね。ということでですね、練習をやっていきましょう。よろしく頼むぞ。先にやる前にですね、僕がやるんですけれど、例えばこれは頭の中で182、これは216、323、でこれは時間かかるんですけれども、644、でこれが、スパッと2009。でこれはインド式計算やると時間かかるって5400かなだと思います。はい。まあこうやって2秒1秒とか出るんで、これ、今回は頭の中ではなくて書くんですけれども、慣れてね、明日演習編をやりますので、しっかりここで慣れた上で頭の中でも解けるようにしてみてください。まずはね、書いて覚えましょう。最初にやり方通り、まず足し算をしますよ。こことこいつ。今回は分かりやすいように色をつけてます。まず何をするんだったら足しかけ足しなんで足しだよね。1個ずらして20。次 8×2、16。実はこれで OK なんです。216。もうめちゃくちゃ簡単よね。で、多分気づくと思うんですけど、このちょうど18スにこれが20とかであればですね、めちゃくちゃスルッと出せます。次、17×19。これはまずもう一回やると、これ、色、今回は分かりやすいように書いてますけれども、こんぐらい、特に 10×10 何もの掛け算ならですね、もう何でもできます。17足す9をします。したら26だよね。7×6 は63だよね。ということで、答えは323。そうなんですよ。よくインド人はさ、なんか10何歩 ×10 何歩の計算まで覚えてますって言うけど、まあ基本的には覚えるっていうよりも、パパッとね、2秒とかで出せます。これ慣れてくれば。じゃあここまで来ればですね、よくありますよね。なんか11の2乗から19の2乗も覚えましょう。みたいなのもサクッと出せたりします。まあこれは11、11なんで、ごめんなさい、12足す1なんで121。で、これは14の4なんで144。これは16の9なので169。で、18の8は26と64なので324。で、19の19、28と81なので361。これね、OK。筆算とか別にしてないよね。けどサクッと求まるんです。で、例えばですよ、これまあ応用編なんですけれども、今回 17×19 見ましたよね。で、ここは、まあ、例えばこういう形ですけれども、僕はよく、これ素因数分解じゃないですか。素数じゃないですか。こういう時っていうのはですね、よく僕が思ったのは、18の2乗引く1だなって思ったんです。これ何かっていうと、18の引き算と18の足し算がありますよね。18の引き算。そう。これは因数分解って、まだもし小学生の人がね、仮に見てたら因数分解やってないと思うんで分かんないんですけれども、高校生以上なら分かるはず。こうやって考えてもいいよね。そう。だから、こっちは素因数分解323とかを見たときに、あれ ?324 引く1じゃんって思ったら、これが 17×19 ってパッと出すみたいな計算方法もあります。では次。今回はですね、10の位が1以外の時でしたけれども、じゃあ今回はですね、10の位が1の時でしたが、じゃあ10の位が1以外の時はどうなるのっていう話ですよね。じゃあまず今回 23×28 でやってみましょう。さっきの通り、愚直にやるとですね、23たす8は31、3×8 は24。ってことはこれは334です。けどよくよく考えてほしいよ。20×20 で400ってことは、これは違うよね。けど、やり方としては同じなんですよ、実は。全部同じ。だから、確信、足しかけ足しの確信が分かれば、基本的には、何であろうと解けると。じゃあ、今回、何が確信かっていうと、実はですね、2と3は同じなんですよ。つまり 3×8 は20をすると。足し算だけが変わってくる。けど、これは難しくないよ。足し算したものにかける10の位。これをかけてほしいよね。今回は31でした。10の位はって言うと2だよね。ってことは、31ではなくて、かける2をした62を書いてほしいよ。すると、
644。実はこれ本当に計算したとしても確かに出ると思います。まあ仮でね、例えば計算にしてみましょう。23×28。普通の筆算でやると 23×8 の184、46で644。確かになりますよね。まあ最初はなんかね、まだこう感覚ついてない場合は筆算も一緒にしていいんですけれども、しっかりとやれるようにしましょう。つまり足しかけ足しの概念は、隠しは同じで、かける10の位をするんだよだけ覚えればいいんです。じゃあ練習してみましょう。OK。41、さっきじゃあね、これ、書きますけれども、書かなくても全然ね、わかるようにしようね。明日もう一回言うんですけど、演習編をやるので、ぜひ明日はね、もっともっとインド人に近づけると思います。今回じゃあ41たす9をすると50ですよね。50×4 なんで200。200。必ずここを開けといてください。一番最後。200×10 なので2000って書いてもらってもいいです。そこは任せるんですけど、必ず1つは開けるように。で、今回 1×9 なんで9。ってことは、これは2009。実はこれ、1秒でね、止まるよね。つまりこれ多分分かった人はいると思うんですけど、41たす9、この足し算のところがですね、10の位であればめちゃめちゃ簡単ですよね。例えば 51×59 だったらっていうと 60×5 なんで3009。3009。もし 61×69 って言ったら 70×6、4200×9 なら4209ってなるわけです。ということでですね、そんな感じで、1の位が10だったらもっと早く求まりますよ。ただ別にそこはね、分けなくても大丈夫。じゃあこいつはですね、ちょっと難しかったかなと思います。インド式でやるとね。その話は後で言うんですけれども、例えばこいつとこいつ。まず足したら77でしたよね。で、77×7 はしないといけないと。これは簡単に49、49なんで539。つまり、先ほどやったように539でここへ開けとく。で、今回は 2×5 なんで10。じゃあって言うと5400。ここでお伝えしたいのはですね、もちろんじゃあインド式やりました。これでね、まあ慣れると思うんですけれども、よくよく考えてみて。72×75 ってこれ実はインド式よりももっと簡単な方法があるんです。例えばさ、これはもう小学生の知ってる人は知ってるんですけれども、気づけば勝ちなやつ。特に僕が思ったのはこいつですよ。75。これってさ、25×3 じゃん。で、5の倍数 ×4 の倍数を見たときにポロッと気づいてほしい。72はっていうと 18×4 だよね。で今回掛け算5の倍数と偶数を見たら必ずこういう風に今回 25×4 っていうと100だよね。ってことは 18×3 はっていうと54。ってことは実はインド式計算よりも早く頭の中で5400。だから 25×3 と 18×4 なんで 3×18 をさっき下へ上げて54であとは00を付け加えるだけ。こういう風なのでね、工夫するとめちゃめちゃ楽しくなるよね。今回はこういう風なやり方をお伝えしました。で、最後、原理ですよね。これね、分かれば簡単なんですよ。よくよく考えてみてください。まずですね、今回は、ちょっとこれじゃあ、紙を用意しますけれども、まず足し算の話をしましたよね。例えばじゃあ 13×13 なんですけど、例えばじゃあ分かりやすいように10の A プラス B。こいつが、じゃああるものだと A。で、B を10の C 足す B、D ってしますよね。こういうものだとすると。で、言うたら、これかけるこれですよ。13×14 っていうのをこれかける。13×14 の時、もし例えば A が1で B が3、C が1で D が4の場合は、これは 13×14 になりますよね。まあこんな感じで、どの形に当てはめるっていうのはもちろん原理なんですけれども、これを掛け算するとですね、普通考えたらこうなりますよね。で今回の条件、10の位が同じってことは、文字で言うとこいつですよ。これ。A イコール C の時だよね。A イコール C の時、じゃあ A イコール C なんで C イコール A を代入すると100の A の2乗足す10の A かっこ B 足す D プラス BD になりますよね。で、これだけ見てもよくわかんないんですよ。けど、今回ですよ、やったことを思い出してほしいんです。まず足しかけ足しの話をしましたけれども、例えばこれ足すこれって何のことかっていうと、10の A 足す B かける D のことだよね。で、次 3×4 はっていうと BD のことだよね。B1 の位かける1の位と。BD。で、確か、こいつをですね、左に持ってくるっていう話をしました。こんな風に。これは220じゃなくて200の代わりだよねっていう話です。つまりこれを10倍したまま、プラス BD であれば、全く同じ感じになるんです。実はですね、これ、もしね、原理は知りたくないとか、全然知らなくてもいいんですけども、もし、特に小学生は知らなくていいんですけども、高校生とかね、知ってほしい。これをですね、うまく展開するとですね、こうなるんですよ。そう。で、例えば、ここっていうのは実はさっきやった足し算だよね。丸1って書きましたけれども、実はこれ面白いのが、これが丸1なんですよ。13足す4。で、これが丸2なんですよね。丸1のところになんか10の A って書いてますよね。10はまあ掛け算するって話をしましたけど、A って何だったっけ ?10 の位だよね。ってことはさ、10の位が1以外の時に足し算かける10の位って言いましたけど、これが言うたら A なわけですよ。だから結局原理から言うと、こういう式にすれば、結局足しかけ、で、まあ足しのところに A をかけるだけで分かるんですよね。そう。もう一回言いますよ。原理に関しては、もちろん、知ってほしいと。なんですけれども、原理、やばい、原理ちょっとこういう計算式複雑、難しい、私文系なんで、いやっていう人は、全然原理は後でやっていいんで、まずは使いこなす。
っていうことだけをですね、意識して、まずやってみてください。OK。もう一回いくと、これ、もう暗算せずに、ごめんなさい、書かずに分かるんですけれども、13×14 は、182、これは216、これは、323。これはっていうと、31×2、62の24なので644。これは 50×4、もう2009とパッと分かる。これに関しては、まあさっきやってみるんですけれども、25×3 と 4×18 で5400。こういうふうにですね、まあ、インド式計算。もうこれだけでもね、まだまだよ。インド式計算の、まあ、もっともっと深いものありますけど、一番僕が使うっていうか、逆に僕これしか基本的に受験で使ってなかったんですけれども、応用が効くのがこのパターンっていう感じでした。はい、ちょっと長くなりましたが、いかがでしたか？明日、演習編をやります。明日ね、インド人が多分登場すると思うので、ぜひインド人と一緒に、10問、計算10問ノックをやってみてください。OK。もうこれは保存版なので、ぜひぜひしっかりとね、演習をして、自分で問題を作って友達とやってみてください。もし、面白かったとかあれば高評価を押してください。高評価がね、1000とか2000とかもし超えたら、インド式計算の2をね、やってもいいかなと思うので、ぜひぜひ、今後期待してください。はい、それではお疲れ様でした。バイバイ。キモカレ、キモカレ、キモカレ、キモカレ。うわ、キモカレ。キモカレ。うわ、キモカレ、キモカレ、キモカレ、ガンジ。はあ、キモカレ、キモカレ。はあ、キモカレ、キモカレ、キモカレ。はあ、新しいガンジ。らしい。